皆さん知ってましたか？日本に留学している韓国人って勉強が終わったら半分以上は母国に帰ります。実際僕もそのつもりで来ました。韓国から日本に来て学位を取って帰る。でも現実は違いました。気づいたら僕は9年経っても日本にいる。それもなんとなくじゃない。はっきりと自分で選んでです。なぜ韓国人の僕は日本に残る決断をしたのか。なぜ帰らなかったのではなく日本にいたいとなったのか。この動画では帰るつもりだった理由と日本に残った3つの理由を話します。一つ目、韓国に帰るつもりだった理由です。僕の原体験を紹介していきますね。僕は韓国の高校を卒業して九州大学に入学しました。でも実はその時に友達もあまり作れていませんでした。ソウル出身の僕には旧大の、当時田舎キャンパスだったんですけれども、退屈でした。そういう留学生ってカウントダウンが始まるんですよ。卒業日、留学ビザの期限、奨学金の終了日、あと1年ぐらいで終わりかな、3年ぐらいで終わりかなって思い始めるんですね。で、サムスンみたいな財閥系企業の研究職に就職して、ソウルで家を買って子供を産んで数学塾行かせてが前提でした。だから日本は滞在先であって、一時的に済ませていただくに近い感覚だったんですね。でも卒業が見えてきたある日、カレンダーを見ながらふと思いました。あれ？俺帰りたいのかなって焦りはあるんですよ。でもワクワクはしない。この韓国に帰ることに対して、この韓国に戻る自分は想像できるのになぜか心が動かないんですね。逆に日本で迎える来年っていうのははっきり想像できました。大堀公園の桜の匂い、お餅浜の花火大会、博多駅の発車メロディ、この時点でもう答えが出ていたのかもしれません。僕が所属していた国費留学プログラムからは帰国切符を用意していただきました。その帰国切符は使われることはありませんでした。そして僕は東京大学大学院に進学し、修士号を取り、博士号も取得寸前にいます。うまくいけば博士号は取れるはずかなとは思っています。僕は次の3つの理由で日本に残ることになりました。で、その一つ目、日本文化が面白いからです。日本に来て一番興奮しているのは、毎日が小さななぜに溢れていることでした。観光名所じゃない、ガイドブックにも載らない、生活の中の違和感です。日本は、例えば、なぜここまで職人文化が残っているのか、包丁1本に30年、和菓子の重さを0.5g 単位でこだわる、オタク精神も同じで、変に見られても意味がないと言われても好きだから突き詰める、ルールに敏感なのも、人に迷惑をかけないことを社会全体で共有しているからだと住んで初めて分かりました。さらに驚いたのは在日と呼ばれる人たちが独自の文化を形成しながら生きている事実。日本はこのように短期滞在では絶対に見えない時間の厚みを持った社会です。どの国でも同じだと思うんですけどね。で、韓国はですね、僕韓国も好きですよ。で、韓国はスピード、結果、合理性っていうのが優先にされています。これは別にこれでいいと思っています。早く決めて早く動いて成果を出す。それは韓国の強さでもあるし、それを魅力と思ってる人も絶対います。これらももちろん僕好きですし、今の僕の価値観、考え方を形成する上にも大事になっていることです。ただ、今の韓国、僕もすでに韓国に20年くらい住んだので、自分に合ってるとは感じていても、そこにワクワクまではもう感じなくなったんですね。で、僕日本に来るとですね、日本で1年目、2年目住んでみると、日本文化に対しては赤ちゃんみたいな感じなんじゃないですか。箸の置き方、ご飯の食べ方、方言の違い、地域ごとの祭り、一つ知るたびに世界が広がる。それでまた広がっていく。このわからないことが僕は楽しかったです。毎日生活するからこそ、この文化の層を身体で吸収できた。この感覚は正直9年経った今でも続いています。理由2つ目、日本に馴染んだからです。日本に9年も住んでいると、韓国で当たり前だった感覚が少しずつ輪郭を失っていきます。その代わりに日本の当たり前が気づかないうちに体の奥に染み込んでくる。正確で、でも急がない時間の流れ。日本語における沈黙の意味、言葉にしない配慮、視線だけで伝わる空気、誰かの領域に踏み込みすぎないこの独特の人間関係。誤解してほしくないのはですね、韓国をもう一回言いますが、否定しているわけではないですよ。今でも帰れば普通に韓国でも楽しく暮らせます。言葉も文化も街の匂いも温度、全部地元のその安心感ですね。ただ、今の僕にとって体と心がもう少しだけ合っていたのは、日本のテンポだったんじゃないかなと思って
っています。東京には仕事終わりにフラット参加できる草野球サークルグラウンドがあります。平日の夜、白いボールがライトに照らされるあの感じ。週末になればどこかで必ず祭りが開かれていて、太鼓の低い音と焼きそばやたこ焼きの匂いが夜の空気に溶けていく。人との距離感も絶妙で近づきず遠すぎない、干渉しないことが信頼の形になる社会。気づけば日本は住んでいる場所ではなく生活のリズムそのものになっていました。居場所とは国籍じゃない、パスポートでもない、自分の呼吸が無理なく続けられる場所。それを僕は日本で時間をかけて学びました。理由3つ目、日本でやりたいことがあるからです。日本に住む外国人として生活していると、違いがそのまま価値になる瞬間があります。これは何度も出会ってきました。日本と韓国、この2つの掛け算が履歴書にかける強みではなく、目の前の誰かの不足を埋める即戦力になります。僕自身、日本にいたからこそですね、想像もしなかった仕事が次々と舞い込んできました。K-POP アイドルの日本公演での現場通訳、目の前にルセラフィムという紅白歌合戦に出てくる超大手アイドルも通り過ぎていきました。3秒ぐらい。で、日本のアーティストが、例えばですね、韓国進出する際の契約交渉の通訳、その場にも僕いました。ちなみにそのアーティストは韓国のアイドルがきっかけで音楽を始めたゆかりもある方だったんですよ。他の例で言うと、韓国の中小企業と一緒に東京ビッグサイトでエコ素材の展示会に立ち回った日もあります。道路のアスファルト素材を探す経験もしました。そして何よりもこの YouTube チャンネル、これは全部韓国人で日本にいる僕だから成立しているんじゃないかなと思う日もあります。もちろんですね、現実甘くないですよ。外国人という理由だけで、平野の契約を断られたこともあります。もちろん、なぜ断ったっていうのは、分かってはいるつもりです。きっと外国人がトラブルを起こしたから、もう外国人受け入れたくないみたいな形だったんだろうなとは思うんですけれども、僕のこと何も知らずに外国人だからもうダメですみたいで、切られたことがあるんですね。で、ただ、僕が日本に何年住んでいて、どんなことをしていて、どういう人だったのかっていうのは知ってほしいということはありました。でも同時に、日本でしか出会えない自分だけの席が確かに存在していました。日本に住む外国人に優しい日本の方々も山ほど出会ってきました。今この動画を見てくださっている方々もきっとそのような方々だと思っています。とても感謝しております。日本と韓国、この両方を理解している人間、今僕が立っている場所で僕ができる仕事っていうこの景色は僕でしか見ることができなくてですね、この同じ景色を見れる人はおそらく日本と韓国であまりいないんじゃないかなというふうに思います。誰とも完全に被らない、自分だけの世界線を生きているんじゃないかなと思ったりしています。で、ここまで見てくれた方の中には、きっとこう思った人もいると思います。外国人だからできた話でしょうとか、結局あなたの属人的な物語じゃないのって。でも、僕が本当に伝えたかったのはそこじゃありません。決まっている正解なんてないということですね。これって挑戦してみないとわからなくてですね、僕にとってもですね、僕は居場所が韓国だと思っていました。で、それがたまたま日本旅行という形で、日本に出会って、そこから日本留学になって今に至っています。それでも、そのように日本は時間とともにちゃんと居場所になってきました。皆様の中でも、自分の選択、今の環境から一歩出るべきか出ないべきかみたいな、この変化っていうのをね、怖がっている方々もいるかもしれません。でも、この一歩の踏み出しによって出てくる連鎖作用っていうのも必ずあると思ってるので、仮に自分が踏み込んでみてうまくいかなかったとしても、その過程で得られるものはあるんじゃないかなというふうに思ったりしました。背中をそっと押せたら嬉しいと思いながら動画を終わります。もしよろしければ長くお付き合いいただけると嬉しいです。以上、パクンでした。アニョン。